7人のシメオン。あるところに働き者の7人兄弟がいました。ある日、兄弟の畑のそばを王様が通りかかり、目を丸くして言いました。1、2、3、4。なんと顔も背丈もそっくりの7人の若者がおるわい。誰かあの者たちを連れてまいれ。家来が兄弟たちを連れてくると、王様は尋ねました。お前たちは何者じゃ。7人は声をそろえて言いました。僕らは兄弟で、名前は皆シメオン。先祖代々の土地を耕し暮らしています。でもそれだけじゃありません。皆技を持っています。ほう、誰がどんな技を持っているのだ。一番上のシメオンが言いました。私は天まで届く鉄の柱を立てられます。2番目のシメオンが言いました。私はその柱に登って四方の果てまで見渡せます。3番目のシメオンが言いました。私は船乗り。あっという間に船を作り、大海原を航海できます。4番目のシメオンが言いました。私は弓の名人。飛んでいるハエも落としてみせます。5番目のシメオンが言いました。私は星占い師。夜空の星を一つ残らず数えられます。6番目のシメオンが言いました。私は農夫。一日で畑を耕し、麦を刈り取れます。それでお前は一体どんな技を持っているのだ。王様は末っ子のシメオンに尋ねました。私は歌って踊り、笛を吹くのが得意です。それを聞いた司令官は王様の耳にささやきました。上の6人は役に立つでしょう。でも末っ子は無駄に飲み食いするだけです。追い出しましょう。すると末っ子がお辞儀をして言いました。王様、私に一曲吹かせてください。技をご覧に入れますから。好きにせよ。だが吹き終わったらこの国からとっとと出ていくんじゃぞ。末っ子は白樺の木でできた笛を取り出し、ロシアの踊りの曲を吹き始めました。ピーピロリ、ピーポッポ、ピッピピロリ、ピーポッポ。するとどうしたことでしょう。みんなの肩が上がったり下がったり、足で拍子を取りながら勢いよく踊り出しました。王様も貴族も家来も踊りました。馬が踊り、おんどりが飛び跳ね、牛も足を踏み鳴らしています。中でも一番激しく踊ったのは司令官でした。汗が滴り、ひげが揺れ、頬には涙が流れています。とうとう王様が叫びました。もう十分じゃ。これ以上は踊れん。末っ子のシメオンが言いました。皆さんどうぞ休んでください。でも司令官、あなたにはもっと踊ってもらおう。みんなは踊るのをやめ、ほっと息をつきました。けれど司令官だけは踊りに踊ってしまいには倒れ、陸に上がった魚のように口をパクパクさせています。末っ子は笛を吹くのをやめました。どうです？これが僕の技です。
王様は声を上げて笑いましたが、司令官は今に見ておれと心の中でつぶやきました。次は一番上のシメオンが技を見せる番でした。シメオンは250キロもある大槌を手に取ると、あっという間に天まで届く鉄の柱を立てました。その柱を2番目のシメオンがスルスルと登っていって四方を見渡しました。王様が叫びました。何が見える？船が海を渡って行きます。それから青々とした麦畑も見えます。他には海の向こうのブヤン島に黄金の宮殿が見えます。窓辺ではエレーナ姫が絹の絨毯を織っています。姫はどんな人かね？それはもう絵にも描けない美人です。お下げ髪には三日月が輝き、一本一本の髪に真珠がぶら下がっています。王様はエレーナ姫を妻にしたくなり、早速7人を使いとして送ることにしました。司令官が王様に言いました。もし姫を連れてこなければ、その時は首をはねるとよいでしょう。そうしよう。直ちに船乗りのシメオンは仕事に取り掛かり、あっという間に立派な船を作ると海に浮かべました。船には高価な贈り物が山のように積まれました。王様は司令官に一緒に行って兄弟を見張るよう命じました。司令官は行きたくありませんでしたが、命令には逆らえません。皆が乗り込むと、船は軽やかに滑り出しました。帆いっぱいに風を受け、逆まく波を乗り越えて、遥か彼方のブヤン島を目指し、海を渡って行きました。それから丸一日走ったか、丸一年走ったか、船はブヤン島に到着しました。兄弟たちは宮殿へ出かけていき、金や銀や宝石や見たこともないような贈り物をエレーナ姫に渡して、王様の結婚の申し込みを伝えました。エレーナ姫が珍しそうに贈り物を眺めていると、司令官が近づいてきてささやきました。エレーナ姫、お嫁に行ってはなりません。王様は年寄りで、とんでもない育児なしです。それに我が国では、狼や熊が昼も夜もそこら中をうろついていますから。エレーナ姫は腹を立て、兄弟を宮殿から追い出してしまいました。さあ、困ったことになりました。兄弟が考えあぐねていると、末っ子のシメオンが言いました。兄さんたちは出発の準備をしてください。姫は僕が連れて行きますから。早速、農夫のシメオンは海岸の砂地を耕して種をまき、麦を刈り取りました。兄弟はそれで帰りのパンを焼いて船に積み込み、出発の準備をすべて済ませると、末っ子が戻るのを待ちました。その頃、末っ子は宮殿へ向かっていました。宮殿ではエレーナ姫が窓辺に座って絹の絨毯を織っていました。末っ子は窓の下の長椅子に腰掛け、優しく姫に語りかけました。大海原に囲まれた
あなたの島は美しい。でも僕らの国はその100倍も素晴らしい。僕らの国には青々とした草原や澄んだ水をたたえる川がある。果てしなく広がる野原がある。入り江では白樺が風にさざめき、野には瑠璃色の花が咲き乱れる。夕暮れには太陽が空を赤く染め、夜空では月が星たちの番をする。朝露は蜜のように甘く香り、小川はせせらぎとなって銀色に輝く。そして毎朝牧童が野原に出て小さな白樺の笛を吹く。その音色を耳にすると誰でもついて行かずにはいられない。言い終わるか終わらないうちに末っ子は笛を吹き始めました。するとエレーナ姫が金の敷居をまたいで宮殿の外へ出てきました。末っ子が笛を吹きながら庭を抜けるとエレーナ姫も庭を抜け、末っ子が草原を横切るとエレーナ姫も草原を横切る。末っ子が海岸へ出ると姫もまた海岸へ。末っ子が船へ乗り込むと姫もまた船に乗り込みました。その途端兄さんたちは怒りを上げ沖へ向かって漕ぎ出しました。末っ子が笛を吹くのをやめるとエレーナ姫は我に返りました。でもどちらを向いても海また海。ブヤン島ははるか遠く、影も形もありません。エレーナ姫は船の床に身を打ちつけると青い星になって飛んでいき、輝く夜空に身を隠してしまいました。すると星占い師のシメオンが星を残らず数え上げ、新しく生まれた星に向かって弓の名人のシメオンが金の矢を放ちました。星は空から転がり落ち、床にぶつかってまた美しいエレーナ姫に戻りました。末っ子のシメオンが言いました。エレーナ姫、僕たちから逃げるのは無理ですよ。でもあなたがそんなに行くのが嫌なら島まで送り返してあげましょう。王様は僕らの首をはねるでしょうが仕方ありません。エレーナ姫は末っ子がかわいそうになりました。私のためにあなたを死なせるわけにはいきません。王様の妻になりましょう。船は次の日もそのまた次の日も海を渡って行きました。その間末っ子のシメオンは姫のそばから一歩も離れませんでした。姫もまた末っ子をずっと見つめていました。ところがその様子を司令官が影から見ていたのです。そして悪巧みを思いつきました。懐かしい祖国の騎士が近づくと司令官は兄さんたちを甲板に集め甘いワインを振る舞いました。勇士たちよ、祖国のために飲もうではないか。兄さんたちはワインを一気に飲み干し、そのままごろりと横になるとぐっすり寝入ってしまいました。こうなっては雷も嵐も母の涙さえも兄さんたちを起こすことはできません。ワインには眠り薬が混ぜてあったのです。とうとう船が港に着きました。
末っ子とエレーナ姫は涙が止まりません。別れるのがつらかったのです。でも約束は守らなければなりません。お城では一足先に駆けつけた司令官が王様に嘘の報告をしていました。王様、末っ子のシメオンは姫を自分のものにしようと企んでいます。処刑するよう命じてください。末っ子が姫を連れてやってくると、王様は姫をお城の中へ案内し、末っ子は牢屋に入れるよう命じました。翌朝、シメオンは広場で処刑されることになりました。姫は涙を流しましたが、どうすることもできません。司令官はうまくいったとほくそ笑みました。末っ子は言いました。どうか王様、昔からのしきたり通り最後の願いを聞いてください。死ぬ前にもう一度だけ僕に笛を吹かせてください。止めようとする司令官を遮り、王様は言いました。しきたりなら仕方あるまい。でも早くするんじゃぞ。墓掘り人が待ちくたびれておるからな。末っ子の笛の音は野を越え森を越え、遠く兄さんたちのいる船まで流れて行きました。兄さんたちは目を覚まして飛び起きました。大変だ、末っ子に何か起こったぞ。城に駆けつけると、今にも末っ子の頭の上に斧が振り下ろされようとしていました。兄さんたちは王様に迫りました。今すぐ末っ子を解放し、エレーナ姫との結婚を許してやれ。王様はおじけづいて言いました。好きにするがよい。すぐさま国中の人が招待され、盛大な結婚式が開かれました。皆思う存分飲んだり食べたり歌ったり、末っ子のシメオンも船を取り出し、踊りの曲を吹き始めました。王様が踊り、エレーナ姫が踊り、貴族が踊り、貴族の娘たちも踊りました。馬も踊り、牛も踊り、おんどりや面取りも飛び上がって踊りました。でも誰よりも激しく踊ったのは司令官でした。踊って踊ってしまいには倒れ、そのままあの世へ行ってしまいました。宴が終わるとみんなは仕事に取り掛かりました。農夫のシメオンは種をまき、船乗りのシメオンは海を航海し、星占い師のシメオンは星を数え、弓の名人のシメオンは国の守りにつきました。仕事はすべての人にありました。末っ子のシメオンはどうしたかって、一日中歌ったり笛を吹いたりして皆を励まし喜ばせ、仕事をはかどらせました。とさ、おしまい。